こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック33になります。今回はくびれをきれいに作るセミロングレイヤーをカットします。今やそぎでデザインを作るケースが多くなりました。精密にカットしなくても雰囲気が出せますので、大雑把にカットしても良いのですが、しっかりしたベースカットをもとにチョップカットやそぎを行いたいと思います。以前セミロングレイヤーローポイントサロンポピュラーベーシック1で行ったような上から切っていき、後で下側をつないでも良いのですが、今回は下側からカットします。くびれのあるレイヤーをカットしてみましょう。自分がうまくバランスの取りやすい方法でカットすると良いでしょう。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。 YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。ブロッキングはこのようにブロッキングします。図解も参考にしてみてください。バックのブロッキングラインは耳上4センチぐらいから水平に分け取ります。まず横顔を見て襟足の長さのバランスをイメージし、アウトラインからカットします。バックは床と水平にワンレングスでカットします。バックは3等分をイメージしてバック中心部から三つ襟部分をストレートにカットします。この際頭を少し前に倒してカットします。するとワンレングスにカットしやすくなります。真ん中をカットしたら延長線上でカットしていき、反対側もカットします。両サイドの長さが合っているかどうか確認します。まず横顔を見て襟足の長さのバランスを確認します。毛束を取ったらこの長さでカットしたらどこに落ちるかバランスを確認し、バックセンターの長さを決めます。次に横スライスに取りガイドを作ります。この時耳上4センチにブロッキングラインを取ったので2センチくらいの厚みに毛束を取ります。残りの2センチがアウトラインの厚さになります。そしてパネルを上に引き上げ横一直線にカットします。次のパネルもヘムラインに穴を開けないように分け取り、上のガイドに合わせてカットします。次に全部の紙を下から上に引き上げ、ヘムラインに穴を開けないように確認後カットします。反対側も同じようにカットを進めます。左右対称かどうかチェックします。
次に中心部内側の紙の厚さを考え、パネルの引き出し角度を床に平行ぐらいに引き出し、ヘムラインに穴を開けないようにガイドをよく確認してカットします。両サイド同じようにします。できましたら上のブロックに入ります。バック中心部縦スライスに取り、下のガイドを見つけてグラデーションの角度でカットします。センターで分けて縦スライスに近い斜めスライスで分け取り、上のガイドと下のガイドをつなげます。フロントサイド方向へ切り進みます。もちろん反対側も同じ要領で行います。バックからバランスを見てチェックしてみます。次にフロントサイドは耳上とトップのブロックとの中間くらいにブロッキングラインを取り、アウトラインからカットします。パネルを引き上げ、バックのアウトラインに合わせて床に平行にカットします。
次もアウトラインの厚みを考えて上のガイドに合わせてカットします。次に全部の紙を上に引き上げ、アウトラインに穴が開かないように引き上げつなげます。次にアウトラインの厚みを残してパネルを床に平行より少し下に引きカットしてくぼみをつけます。反対側も第1パネルはバックをガイドに上に引き上げカットします。次は内側の紙を全部引き上げ、下のアウトラインの厚みを見てカットします。アウトラインの厚みを残してパネルの引き出しを水平方向にカットしてくびれをはっきりさせます。次にトップ部分は頭の頂点付近から毛束をバックに引き、バックでカットしたガイドを元にカットします。バックセンターのガイドに合わせて平行より上に引き上げ、バックのグラデーション部分が重くならないようにカットします。センターで分けて溶かしておき、バックからカットします。頭の頂点付近から毛束を分け取り、バックに引きカットします。次にトップ前髪部分の紙も前頭部と後頭部を分けた付近を目安にパネルを移動してバックをガイドにパネルを引き上げカットします。反対側も同じようにカットします。トップ前髪部分もこのように引きカットします。次に前髪を残しトップ部分をバックセンター方向に引きチェックカットします。
前髪はセンターラインと平行のスライスラインに取り、センターに集めて前髪の長さを顎ラインなどイメージして動画のように垂直にカットします。反対側も同じようにセンターラインに集め垂直にカットします。両サイドの髪をセンターに集めてチェックカットをします。もう一度フロントサイドのトップ部分を横スライスでチェックカットします。これでフロントサイドもくびれができました。はい、これでウェットカットの終了になります。これで乾かし、チョップカットとそぎを行います。乾きましたので、そぎを行います。前頭部と後頭部を分けてバックサイドから毛先のチョップカットをしていきます。トップに向かって行います。反対サイドも毛先にチョップカットを行います。バックセンターもチョップカットをチェックを兼ねて行います。
フロントサイドも毛先をチョップカットしていきます。トップ部分はスライドカットで毛束感が出るようにカットしていきます。反対サイドも同じような毛束感が出るようにスライドカットをします。次の前髪部分はベースカットと同じようにパネルを引き出し、毛先をチョップカットをします。反対側も同じようにチョップカットを進めます。このように毛先にチョップカットすることで柔らかなシルエットと少しポイントが上がります。重たいところにスライドカットやそぎを入れていきます。ではブロードライで形をつけていきます。はい、ブロードライの終了です。では整髪量をつけて毛流れやボリューム感を見て仕上がりになります。仕上がりました。シンプルに仕上げています。はい、仕上がりです。
カット方法は上から切っていき、最後にアウトラインとつなげても良いですし、先に下のガイドを作り、アウトラインとつなぎ、今日のようなカット方法でカットすることもできます。練習してみて、自分のバランスの取りやすい方法でカットすると良いでしょう。上からカットしたくぼみのあるヘアスタイルもリンクを貼っておきますので、見て参考にしていただけると嬉しいです。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録忘れないようよろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。